今日はガマ口を作っていきます。可愛くて使いやすくて少しの糸で出来上がります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのソロフィム。カラーナンバーは1番。アクリルで 35g 105m。使用界隈の目安は4から5。これと同じくカラーナンバー4番。これはカラーナンバー9番。このシリーズにはいろんな色がたくさんあるので、お好きな色で作ってください。かぎ針は5号を使います。口金もセリアさんで買いました。このサイズは10センチ。もう少し小さいサイズもあって、これは8センチ。どちらで作っても大丈夫です。作るときにまず底から作るんですが、この底のサイズをここと同じサイズにすると大丈夫です。こっちで作るときも同じサイズで作ると大丈夫です。これは溝に接着剤を入れて作るタイプです。クラフト用の接着剤と、それとそれを押し込むためのマイナスドライバーとか爪楊枝あればこっちですると便利です。最後にこの部分をペンチで少し潰します。その時に傷がつかないように当て布を用意します。あとはマーカーととじ針を使います。あとあればクリップを用意すると便利です。まず底を作ります。底はこれと同じ形で同じ大きさで作ります。鎖を編んでいきます。鎖を4つ。1、2、3、4。次は四角を作っていきます。この底の作り方はシンプルです。今、鎖を編みました。この端の鎖に細編みを3つ。1、2、3。こっちにも3つ。この3つのうちの真ん中からスタートします。最初に2つ編んで1周して最後に1つ。これで編んでいきます。まず細編みをするので鎖1つ。1つ戻って2つ目に細編み。この時には裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをします。かぎ針から1、2、これが1つ目の細編み。マーカーをつけます。同じところにもう1つ。これで1つに2つ。で、2つ目に違う色のマーカーをつけます。次から1つずつ。で、ここは端、細編み3つ。まず1つ目。次は2つ目。同じところ。2つ目を編むときにこの糸端を向こうに寄せておきます。この状態で2つ目。次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を手前に持ってきて編みくるみます。これで
1つの鎖に3つ、1、2、3、1つ目にマーカー、3つ目にもマーカー、1、2、3、次から1つずつ、次も1つ、最後はこの1つ目の細編みの入っているところ、この細編みが入っているところ、こことここが入っています。ここに最後の細編み、これは必要なくなります。でこれで3つ、ここにマーカー、最後の細編み、マーカーがつきました。1つ目の細編みに引き抜きます。引き抜きます。今引き抜いた糸は細編みではなくて、引き抜いた糸、細編みと区別するために違うマーカーをつけたいと思います。このブルーでマーカーをつけました。次は2周目、こんな感じになっています。こっちで見るとマーカーはこことこことここについています。これを繰り返していくと角が出来上がります。次は2周目、この細編みの上に細編み1つで、次はこの角になる細編み、この細編みのところに細編み3つ、1、2、3、この3つを作っていくと角になります。ここでも同じ、これが角になります。で、細編み1つ、ここも角、こんな感じ、ここも同じ角になります。この間は一つに一つの細編み、何周編んでも一つに一つの細編み、細編みの数は2つずつ増えていきます。これを繰り返していきます。鎖、細編みをします。2周目の細編み1つ、鎖1つと細編み1つ、このマーカーをつけた角には細編み3つ、これからずっと同じように角には細編み3つ、1、2、3、3つのうちの真ん中にマーカーをつけます。これで角ができました。次は1つに1つ、マーカーのところは3つ、1、2、3、3つのうちの真ん中にマーカーで、真ん中には1つ、ここに細編みの上に細編み、1つに1つの細編み、ここに細編み1つで、マーカーのところは3つ、1、2、3、
次は一つに一つ、1、マーカーのところは3つ、1、2、3、このブルーは引き抜いた糸につけたマーカーなので、ここは編みません。一つ目の細編みに引き抜きます。引き抜きます。また引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は3周目。3周目はまずこの細編みに細編み1つ、この3つ編んだここに細編み1つで、ここにはマーカーがついています。今マーカーはこの4点についています。この角にはまた3つ、3つ、ここに1つ1つで、マーカーのところは3つ、ここまで編んで、またマーカーのところに3つ、マーカーのところに3つと編んでいきます。まず鎖1つと細編み、これが1つ目。次は隣、ここにも細編みがあります。マーカーのところは3つ、1、2、3で、真ん中にマーカー、ずっと同じです。一つ一つに細編み、でマーカーのところは細編み3つ、1、2、3、また1つずつ、でここでは3つで、1つに1つずつ、またここで3つ、ここまで編んでいきます。4つ目の角を編みました。次はここに細編み、でブルーのマーカーのところは引き抜き編みで編みません。1つ目の細編みに引き抜きます。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次はまた同じように細編みの上に細編み、次はここにも細編み1つで、角には3つ、これで角ができます。また1つずつ、角では3つ、ずっと同じです。角は3つで、それ以外は1つずつ。これを繰り返していくと大きな四角ができます。で、私はこの大きさにするために10周になりました。編み方がきつかったり緩かったりしたら、10周ではなくてちょっと増やしたり減らしたりします。このサイズにします。このまましばらく編んでいきます。
そこを11周編んできました。サイズは10センチと 9.5 センチぐらい。これはこの口金と同じぐらいの大きさです。これぐらいのサイズになったら、次は側面を編んでいきます。側面は色を変えます。これが底の最後の周。一つ目の細編みに引き抜きます。この糸で引き抜くのではなくて、新しい糸で引き抜きます。お好みの糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。ここからはこの糸で編んでいきます。鎖一つ、根元に細編み。お好みの色で編んでください。これが一つ目。この側面の1周目は全部一つに一つずつ細編みをしていきます。角でも同じ、一つに一つずつ。これで一周します。言うのが遅れてしまったんですが、この底の方の糸、これは少し長めに残して切っておきます。で、これは後で針で糸始末をします。側面の1周目に戻ります。この1つ目の細編みに引き抜きます。もう1周全く同じように編んでいきます。で、これを何周編むかとか、どんな色の組み合わせにしようとかは全くお好きなようにしてください。お好みで好みの感じにしてください。私はこれでしばらく編んでいきます。先に編んでみたものはこんな感じにしました。今そこをこのグレーで編んでいて、次にこの濃い茶色で白、グレー、茶色、こんな感じで作ってみました。色を変えてしばらく編んでいきます。20周編んできました。長さはだいたい 8.9 センチぐらい。これで大丈夫だったら糸始末をします。最後は鎖一つを編むようにして糸を切ります。とち針で始末します。ほどけないように裏でこの高いところに隠します。で、内側の糸端はこの間隔が狭かったらこの糸同士を結ぼうかと思います。で、この糸端を隠します。次はこれに編み地を差し込みます。まず底を見て、こっちが鎖4つ編んだ方、脇を整えてマーカーをつけます。
次はこれを半分に折ってまたマーカーをつけます。で、今つけた方が正面になります。で、口金の閉まる方を確認します。こっちではなくてこっち側を上にします。こんな感じでこの中心とこの中心を合わせてで差し込んでいきます。まずここに接着剤をつけていきます。この4点につけたマーカーを目安にして差し込んでいきます。この部分がここ。半分を差し込んだらこの脇につけたマーカーを外してこちら側にも同じように接着剤を流して伸ばしてでまたこっちも同じようにこの編み地を入れていきます。このクリップがあると便利なようです。また同じように入れていきます。だいたい入りました。次はこれをほどいて細くしてこの中に入れたいと思います。こんな感じでほどいて内側と外側を分けます。この内側を使っていこうと思います。中の1本だけになりました。これをこの内側に押し込んでいきます。少しずつある程度押し込んだらまた隠れるようにギュッと押し込みます。このままこちら側まで押し込んでいきます。反対側まで来ました。ここで紙紐を切ります。これをまた収めてで他ももう一度ギュッと押し込んででこちら側も同じように紙紐を入れていきます。最後にこの4点をペンチで少し潰します。傷がつかないように布を当ててこの部分をギュッとこんな感じでもっと強くした方がいいと思います。私はちょっと力が足りないのでこんな感じです。他の部分も少し潰しておくと安心だと思います。少しだけ潰していくといいと思います。これで出来上がりました。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。
出来上がったら中にしばらく詰め物を入れておくと整いやすくなります。こんな感じになりました。サイズは縦が11センチ、横幅14センチ、底の大きさは 8.5 の9センチ、口金の横幅は10センチ。こんな感じになりました。使った糸の重さはだいたい 60g ぐらいあれば大丈夫だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。